世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの白鳥さんです。1冊30ページほどと薄く、フルカラー印刷の形式で雑誌として月ごとに発行されるアメリカの漫画作品アメコミ。 A4 版ほどでサイズが大きく、ハードカバーでフルカラー形式の日本でいう絵本のようなフランス語圏の漫画作品バンドデシネ、そして日本でおなじみの漫画。これが世界三大コミック産業と呼ばれる3種類ですが、どうやら日本は相変わらずの特殊性を持ち合わせているようです。今回はアメリカ人が嘆いた日本に負けた理由に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。海賊や忍者が登場して戦いを繰り広げたり、歴史に沿ったドラマや胸がときめく恋愛ものなど、登場人物はもちろん舞台となる世界も非常に様々で、次から次へと新しい作品が生み出され続ける日本の漫画。活動範囲が多岐にわたるため、日本に漫画家がどれくらい存在しているのかという正確な数を示すデータはありませんが、全体の7割ほどは女性漫画家だと考えられています。しかし世界的に見ると女性のコミック作家は非常に稀です。そんな中、以前漫画好きのあるアメリカ人がネット上に、アメリカのジャーナリストはアメコミの世界では女性が十分に活躍できていないなど、男女間では大きな差があることを指摘しているが、なぜそういった人たちは日本を参考にしないのかと感情をあらわにし投稿。この投稿に対し、女性でも活躍できている日本の漫画界の環境についてとても多くの意見が寄せられ、大変な盛り上がりを見せていましたので、その一部をご紹介しましょう。海外の反応。日本は本当に女性漫画家が多いよね。そして活躍している理由は作品の質がいいからで、女性だからという理由で支えられているわけでは決してない。まったくだ。数えきれないほどの素晴らしい作品があるぞ。ただ7割がそうであることには驚いた。日本では60年代にかなりの数の女性漫画家が誕生した。女性の読者層がより真剣に扱われるようになった頃だ。そして今では女性が少年向け漫画を描いて成功している例も多くある。本当に素晴らしいことだと思うな。アメコミ界に恥ずかしい思いをさせた革命的漫画鬼滅の刃が女性作家によって生み出されたという事実には誰しもが驚いただろう。作者の後藤家小夜春って性別非公開じゃなかったっけ？最も人気のある漫画作品の一つと言える鋼の錬金術師の作者も女性だね。荒川先生の作る作品は最高だよ。漫画は男の人によって書かれているって思い込みにはいつも困惑してるよ。それこそまさに偏見なのに驚愕しちゃう自分がいる。セーラームーンの作者も女性だね。竹内直子先生、大好きな作品よ。私の人生に彩りを与えてくれた漫画の一つだわ。カードキャプターさくらのクランプも女性よね。どちらの作品も女性ならではの繊細な美しい世界が描かれているわ。日本の女性漫画家たちはファンが求めていることを理解していて、物語を不必要に政治化しないからだと思う。アメリカもインディーズコミックの世界になら女性作家は大勢いるよ。だけど大手のマーベルや DC じゃないとジャーナリストは見向きもしないんだ。問題はこの国のコミック業界のシステムさ。欧米のコミック業界じゃよっぽどのドラマを起こさないと女性作家が表舞台に上がることはまずできないでしょうね。そんな状況最悪だと私は思ってる。自分たちにとって都合の悪い事実は無視するような人たちがいるのよね。私も現状が大嫌いよ。同意する。日本には漫画だけじゃなく偉大な女性作家も多いし、人間は特定の性別の人が作った作品じゃなく優れたストーリーとアートを求めてるのに、いつになったら世界は日本のようになるんだ。アメリカのコミックが日本の漫画に負けたのも当然だと言える。アメコミ業界を活性化させるためには恒常的な公的資金の流れを断ち切るべきだ。そうすれば読者の需要だけに頼ることになる。
高橋留美子先生が紡ぎ出す作品は革命的で、時代を超越していて素晴らしい。ランマ2分の1、犬夜叉、うるせえやつら。もし彼女の作品を知らないなら絶対に読んだ方がいいよ。それらの作品は全て僕の子供時代の一部だよ。改めてすごい人なんだと実感した。日本以外で女性作家が少ないって結局何が言いたいんだろう。無理やり女性にコミックを書いてもらうつもり？真意は不明だけど、僕としては欧米ジャーナリストの関心が日本に向いていないことで安心してる。彼らによって欧米のメディアは破壊されたんだから、地球上で最後の日本という良質なエンターテインメントを台無しにしてほしくない。アメコミは漫画の真似をしようとして日本の絵のスタイルだけを取り入れちゃったんだよな。それでダメになっちゃったんだよ。絵のスタイルはストーリーのジャンルに関係なく文化や国のアイデンティティを表現するものなのに、漫画には何十年も前から少女っていう若い女性に特化した市場が存在してる。そういった部分を取り入れればいいのに。アメリカでは恋愛系は失われた芸術だからな。日本の女性漫画家の数は欧米のコミック全体よりも多い。日本人は女性作家を信用しているというより、作品を読む上で性別なんて気にしちゃいないんだろうね。以上が海外の人々の反応でした。日本の漫画がアメコミをも超えたと評価している人がいることは喜ばしく感じますが、冒頭で触れた通り、世界三大コミック産業と呼ばれる3種類は見た目だけではなく内容もそれぞれに特徴があり、別文化とも言えるほど異なる傾向があるので、日本を参考にすることが正解とは一概には言えないかもしれません。そしてコメントの様子を見ると、アメコミの世界で女性が活躍することは難しい状況にあるようですが、調べてみると日本の漫画界においてもある特殊な事情が見えてきましたので、ここからご紹介していきましょう。コメントに登場した数々の女性漫画家以外にも、ベルサイユのバラの池田理代子先生、ガラスの仮面の三内鈴江先生、ちびまる子ちゃんのさくらももこ先生、ナナの矢沢愛先生、乙女語りの森かおる先生、ミステリという流れの田村由美先生などなど、時代を問わず数えきれないほどの女性たちが活躍してきました。しかし、もしかすると海外の反応をご覧になり、あの作品は女性が描いたものだったの？と改めて驚いた方もいるかもしれません。というのも、鋼の錬金術師の荒川博夢先生や鬼滅の刃の後藤家小夜春先生など、あえて女性らしくない名前をペンネームにして活動している女性漫画家はとても多いからです。その理由は、女性だからとの偏見で作品を読まれなくなる可能性をなくすためがほとんどなんだとか。もちろん先ほどご紹介した通り、読者層のメインが女性である少女漫画やレディースコミックなどで、あえて男性名にする女性漫画家はほとんどいないようです。しかし、少年誌やヤング誌、青年誌での連載となると、現代でも女性は不利だと認識されているようで、読者離れや嫌がらせを防ぐため、デビュー前に編集者側から男性名にすることを勧められるのだとか。現代において公の場で女性を卑下した発言をする人は圧倒的に少なくなってきていますが、それでも心の奥に持っている女性への偏見を SNS 上で吐き出す人は後を絶ちません。年頃の少年たちにある女の描いた漫画は少女漫画だといった偏見をなくすこともなかなか難しく、さらになぜか作品を書いたのが男性ではなく女性だとなると、その作品自体よりも作者本人に興味が向き、容姿や年齢、家庭環境などを詮索する人も多いのです。もちろんランマ2分の1や犬夜叉の作者である高橋留美子先生のように女性名で活躍する方もいらっしゃいますが、少年誌でデビューして以来、少年漫画をメインに描き続けている高橋留美子先生は、様々な常識を打ち破り続けている非常に稀な存在と言えそうです。アメコミ界に比べると、日本の漫画界は確かに数多くの女性が活躍していますが、人気が出てしまえば性別は関係ないと評価される一方、少年誌の世界でデビュー当初から女性名を名乗ることは未だハンデとなる可能性があるようです。ジェンダーレス問題が重視される現代で、女性の名前や中性的なペンネームを使用する人もとても増えていますが、ただ作品だけを見てほしいという作者さんの思いが尊重され、これからも素晴らしい作品が生み出されることを願いたいですね。
少年漫画も大好きなんですけれど、ベルサイユのバラを読んだ時は今までにない感動を感じましたね。私が女性だからかもしれませんが、男女問わず素晴らしい作品が世に出ることを願っております。それではまたのお越しをお待ちしております。